キャプションにはこう書かれていた。口下手だけど、ただ君に会いたい。その瞬間、私のスナップチャットは引けた。共通の友達全員からメッセージが殺到してくる。クレア、フェリックスの彼女はあなたじゃなかったの？そうだ。なぜ私、クレア・ベネットがフェリックス・ハーパーの彼女になれなかったのだろう？頭が整理できないうちに、フェリックスからメッセージが来た。どう思う？俺の彼女、可愛くない？一文字一文字が心臓をねじるような痛みだった。手が激しく震え、涙で画面がぼやけて見えない。返事が遅いのをイライラしたのか、さらにメッセージが来た。彼女は俺たちが仲がいいことを知ってる。誤解させたくないから、しばらく連絡しないで。何度もそのメッセージを読み返した後、電話を捨てて号泣した。これまで何年も私がフェリックスを愛していることは誰もが知っていた。フェリックス本人だけが例外だった。彼はいつも私を単なる親友、血のつながりのない家族だと思っていた。この世界でフェリックス・ハーパーを一番よく知っている人が誰かといえば、私クレア・ベネットは他に物がいないと言える。彼が卵焼きにネギを嫌うこと、牛タン麺にパクチーを入れないこと、冬用のパーカーはフードレスが好きなこと、スニーカーは普段のサイズより半サイズ大きいのを履くことを知っている。子供時代から彼の文学のノートを全部整理し、大学入学時には初めてのフォーマルウェアを買ってあげた。かつてフェリックスの人生に占める自分の存在を誇りに思っていた。他の女の子が彼の人生にこれほど多くの痕跡を残せるはずがないと思った。あと一歩、自然に全てがつながるチャンスが来るだけだと信じていた。だがそのチャンスは決して来なかった。代わりに届いたのは、フェリックスに彼女ができたという事実だった。彼はスナップチャットでずっとうるさく話し続け、新しい彼女がどれほど素晴らしいかを告げてきた。驚くべきことに彼女はネギとパクチーが好きで、今では彼も彼女の影響で好きになったとか。彼女が買ってくれたフード付きパーカーを毎日着ていると、とても気に入っているとか。スニーカーを小さめに買ってきたのが可愛らしいとか。その一言一言が私の過去を消し去っていくように感じた。最後に彼はこんなメッセージを送ってきた。彼女が言うには、コンドームを持ってきてくれれば俺たちがただの友達だと信じてくれるって。クレア、早く持ってきて。ホテルの住所が添付されていた。彼のこの厚かましさは全部私が作り上げたものだ。子供時代から彼が何を求めても何でも与えてきた。星を取ってきてと言われれば、はしごを作って届けただろう。彼の母親さえ、この世界で彼にこんなによくしてくれる人は他にいないと言っていた。まさに私があまりにも彼に良すぎたからこそ、彼はこんなにもわがままなことを言い、私の存在を当たり前に思っていた。涙を拭いて、私は実際にそのホテルに行った。到着すると、彼はもうイライラして待っていた。ドアを開けた瞬間、彼は私の手からコンドームを奪い取り、不機嫌そうに睨んだ。クレア、なんでこんなに遅いんだ？彼女が疑い始めちゃったぜ。一言も話す機会を与えず、ドアをバタンと閉めた。ドアが完全に閉まる前、その女の子をちらっと見た。タオルに包まれ、髪を解いていて、肌にはまだ水滴がついていた。フェリックスが彼女に向かってせっかちに歩み寄り、抱きしめようとしているのが見えた。涙は止まらなくなった。フェリックスの前でこんなかわいそうな姿を見せたくないから、口を押さえたが、つい泣き声が漏れてしまった。突然、自分が全くのバカだと感じた。涙を拭き、できる限り平気な口調でメッセージを送った。フェリックス、これからは邪魔しない送信後、彼をブロックした。フェリックスとはおむつの時代から知っている。20年以上の間に思い出があまりにも多い。2人の写真だけで
携帯のストレージを 30GB 以上占めていた。全部削除した。それだけでなく、過去に SNS に上げた子供っぽい2人の写真もすべて削除した。心に決めた。今日からもうフェリックス・ハーパーを愛さない。翌日の授業後、フェリックスが私を追い詰めた。彼は私を見て、まるで私が理不尽を言っているかのようにイライラした表情をしていた。クレア、何か問題があるの？長年愛してきた人を一晩で忘れることは不可能だと認める。再び彼を見ると心が少し痛んだ。平気なふりをして彼の言葉を聞かなかった。明らかに彼はイライラしてきた。ミアがすごく不快に感じてるよ。俺たちが仲違いしてるのは自分のせいだと思ってる。私は彼を見て口の中が苦くなり一言も話せなかった。ただ早く逃げるように足を速めた。フェリックスは後ろから罵った。くそ、クレア、うぬぼれすぎてるな。親友が彼女を作ったからってこんな大騒ぎするな。ミアの言う通り、占有欲強いビッチみたいだ。まさか俺のこと好きなわけじゃないだろ？足を止めて振り返った。突然、すべてを打ち明けたくなった。もしそうだったら？え？フェリックスは不自然に指をこすり、私の返答に当惑したようだ。冗談だって。行かなきゃ。後で話そう、いい？その後2ヶ月間、フェリックスは連絡してこなかったし、私も彼に連絡しなかった。彼と彼女は本格的に交際しているらしく、夏休みに旅行するためにツアーグループに申し込んだと聞いた。友達はこのことに怒りを感じ、私に愚痴をこぼしてきた。フェリックス、心臓あるの？こんなに公にして、クレアのこと考えてないの？しばらく考えた後、返信した。任せておけ。少しずつ良くなるだろう。フェリックスが恋愛を自慢している間、私は何度か夜、一人で悲しんで泣いた。だが強制的に彼のことを考えないように、聞かないようにした。やがて、本当に彼のことを忘れられるようになった。勉強に集中し、毎日忙しく過ごし始めた。そんなある日、ルームメイトから大学の告白壁に私の名前が出ていると聞かされた。告白文は単純だった。経済学部2年のクレア・ベネットさん。私、メイソン・コーラハンは君を俺の人にすると決めた。まあ、正直、ちょっと物足りなかった。こんな陳腐でドミナントなナンパ文句、今時誰が使うんだ？全く真剣に受け取らず、誰かのいたずらだと思った。だが予想外にも、メイソン・コーラハンは本当に積極的に追求し始めた。フェリックスのことで恋愛に対して極端に反発していた私は、彼に対して非常に冷淡だった。だが彼は一度も意気消沈しなかった。むしろ拒否するたびに、さらに決意を固めたように見えた。最初は図書館から出るたびに彼が待っていて、いつも私の好物であるチーズグレープティーを持っていた。私が出るとすぐに手渡してくれる。最初は受け取らなかったが、彼は怒らず、ただ笑って言った。でも先輩、もう買っちゃったんだよ。無駄になるじゃないか。本当に嫌ならお金を振り返して。そうやって彼は無事に私のスナップチャットの連絡先を手に入れた。連絡先を渡すと面倒だろうと思ったが、彼は非常に思いやりがあった。たまに私の投稿にいいねを押したりコメントしたりする程度で、積極的に私の生活を邪魔することはほとんどなかった。だんだんそれが当たり前になってきた。しばらくして再びミルクティーの代金を振り返そうとしたら、彼は拒否した。理由は非常に合理的だった。今となっては仲が良いから。一杯ミルクティーおごるくらいは当然だよ。このメッセージを読んで、私はベッドに寝転がって思わず大笑いした。
この子、意外と女の子を追いかけるのが上手なんだ。男女の境界線をちょうどよく守ってくれる。彼との交流を楽しむようになった。つい、見た目が良くて、女の子を大切にする人を嫌う人はいないだろう。彼を知るほど、メイソンの大学入試の点数が実はこの大学の合格ラインより30点以上高かったことを知った。理解できなかった。なら、なんでこの大学に来たの？彼は珍しく恥ずかしそうに頭をかいた。好きな人がここにいるから。雰囲気が突然少しになった。私はぎこちなく咳をした。600点もあるのに、そんな告白文書人じゃないような。今度はさらに恥ずかしそうに、顔が急に赤くなった。ルームメイトたちが投稿したんだ。悪ふざけしてただけ。メイソンは非常に見た目が良い。普通のイケメンを超えるレベルだ。子供時代から私が見た中で一番ハンサムな人はフェリックスだった。だがよく見ると、メイソンはフェリックスに劣らない魅力を持っている。しばらく彼を見ていると、突然フェリックスのことを久しぶりに思い出した。彼は本当に私の人生から消え去ったようだ。メイソンが私の時間を占め始めた。毎日、新しい方法で私の好みに合わせてくれる。食堂の朝食が嫌いだったので、2時間早く起きて私のお気に入りの店から朝食を買ってきてくれる。私だけでなく、ルームメイトたちまで恩恵を受けた。ドミトリーに何か持ってきてくれるときは、必ずルームメイト分も買ってきて、全員に配ると同時に、私の分がいつも一番良いものになるようにしてくれる。朝に SNS に出かけたいと投稿すると、午後には彼が服装を整えて、郊外へのデートに連れて行ってくれる。ついでにストロベリーケーキ食べたいと言ったら、その晩に彼が買ってきたストロベリーケーキを受け取った。サウスファミリーライスショップのロゴがついていた。